大阪に転職します。南海トラフ地震が起こる中で経済人口将来どうなりますか、すごく心配です。どうか意見いただけますとお願いします。これで言うと別に東京も南海トラフ地震あったら結構やばいと思うので、なので別に大阪だけの問題ではないと思うんですよね。なので東京とかの不動産を買うのは結構いかがなものかというふうに思ってるんですけど、大洪水的なものが結構起きたりして、じゃあ不動産持ってたら大変なことになるよねっていうのが、確か40、30年の間に起こる割合が8割とかなんかそれぐらい確か確率上がったんじゃなかったっけ。なのでそうすると30年以内に南海トラフ地震の被害が起こるよね。で、じゃあ1億円の不動産買いました。30年以内にマンションごとぶっ倒れて住めなくなりましたとか、街のインフラ壊れましたっていう可能性があるっていうのを考えると、いや、それ買うの怖くねっていうふうに僕は思うんですけど、はい。ハルミフラッグみたいに買ってすぐ転売するぜっていうのであれば、もう10年以内に転売するぜとかであれば全然いいと思うんですけど、でもそうじゃないのであれば、南海トラフで影響があると言われている地域というのは不動産を買うのはいかがなものかなと思ってるんですけど、経済に関していくと、東海地方、大阪、東京っていう京阪、新、あと名古屋、そこら辺は日本の経済の背骨の部分なので、そこは多分変わらないと思うんですよね。南海トラフが起きるまでもずっとそのまま発展し続けるし、何回ぐらいが起きたとしても、それはそれで一生懸命復興してまた元通りにするっていう形なので、そこら辺は他の部分が代わりに経済が伸びるということはなく、単にそこの京阪神の経済が伸び続けるけども、一回南海トラフでトラブってまた復活するという、そういう流れなんじゃないかなと思います。パリに住んで地震は今のところ一回もないですね。なので、地震のない国の方が多いですよね。大陸は基本地震起きないので。なので、中国とかも地震が起きない地域の方が多かったりしますよ。南海トラフが起こる可能性どれくらいだと思いますか？僕の体感は上がりました。石川とかでこんなにでかい地震があるよねってやっぱり予想はしてなかったわけじゃないですか。で、南海トラフに関してはいつか地震起きるよねっていうのはみんな分かっている状態で、あとはいつ起きるかという話なんですよ。僕今47なんですけど、50年以内に起きなければ僕死んでるのでなかったよねなんですけど、3、40年以内には結構起きるんじゃないかな。確かね、30年以内に起きる確率が60%とかなんかそれぐらいだったっけ。今30代の人とかだと逃げ切るのは難しいんじゃないかなと思います。なので逃げ切れるかどうかですね。逃げ切れる可能性はあるんですけど、逃げ切れない可能性もあるっていう。あ、80%なんだ今。20年前から30年以内に言ってたね。まあね、石油とかもなんか20年前から石油なくなるって言ってたよね。確率はバカ上がりするんじゃないかなと。なのでまあ20年以内にはちょっと来るんじゃないかなと思ってるので、なので東京とかでも液状化しそうな地域の不動産というのは買わない方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。近所に神社とかがある地域っていうのは昔からある地域なので地震が来ても大丈夫なんですけど、近所に神社とかお寺とかがない地域っていうのは埋め立てでできてたりするので、なのでそういう地域だといきなり液状化してしまって不動産価値下がるっていう可能性があるんですよね。で、まあどういうところかっていうと、フジテレビがあるところ。僕普通に生活していて大晦日って必ず鐘の音聞いてたんですよ。僕が住んでいた大都会、東京都北区赤羽とかにも、僕の近所だと諏訪神社っていうのがあったりとか、東京で普通に生活してると神社とかお寺の鐘の音っていうのが大晦日に聞こえるんですよ。でもフジテレビがある湾岸地域お台場ってもともと埋め立て地なので神社とかお寺がないので、大晦日になっても鐘の音一切しないんですよ。っていうところは昔は海の下だったところなので、大地震とか来ると液状化してしまってそこの不動産価値っていうのはだいぶ下がる可能性があるのでお気をつけください。はい、とはいえ30年以内で起きる確率は 80% なので 20% にかけるとか逃げ切るっていうのであれば逃げ切れるんじゃないかなと思いますけど、東京の東側ね結構埋め立て多いんでね気をつけた方がいいですよ。賃貸で住むのは全然いいですけど不動産買うのはどうなのかなと思います。最近地震が多いですね。もうすぐ大きい地震が起こる説をよく聞きますがどう思われますか？南海トラフはいつか起きると言われていて、でいつかは起きるので、そういう意味でいくとでいつか起きるよねっていうのは時間が経てば経つほど起きる確率はどんどん上がってくるので、なので皆さん気をつけてください。いやだから東京とかの川沿いの不動産とかは買わない方がいいんじゃないかなと思いますけどね。再開発地域のタワーマンションとか南海トラフ地震が起きたらどうなるのかっていうのって2011年の3月11日の時にみんな見たと思うんですよね。13年前に電気が止まりましたって言って
40階とかに住んでる人って水どうやって上に上げるのとかで、賃貸とかだったらもうまあいいや、じゃあ俺もう解約して他行きますわって言うんですけど、買ってる人大丈夫っていうお金持ちで別になんかもういやいいっすよ、別荘あるんで地震があったら俺軽井沢行くんでいいっすっていう人は全然いいと思うんですよ。でもなんか住むとかタワマンしかありませんっていう人がなんかこれから南海トラフ地震あるって言われてるのにもやもやします。首都圏に大地震による大津波が来るって小さい子が見にしてますが、ベイエリアの玉と降りてるのが信じられません。大地震が来るというのはほぼ確率で、それが40年以内なのか30年以内なのかっていうので分かれてるんですけど、確率としてはずっと上がり続けていていつか来るよねって言われたので、多分大地震は来ると思います。でもそれが10年以内に来ないんだったら今買って転売した方がいいよねっていうので、なので晴海のオリンピック村の後とかも買った瞬間に転売しちゃえば得するっていうのがあったりするので、なので転売目的で買う人もいるので、対の住処で一生タワマンで住もうと思ってる人はそんなにいないんじゃないかなと思いますけどね。私が見た未来という予言漫画で2025年7月5日4月4時18分もしくは16時10分に東日本大震災の3倍の津波を起こす地震が来ると言われています。今から私たちに何かできることありますか？ありません。地震がこの将来来るよっていうと、将来いつかは来るので、なんか近辺に来るかもしれないし来ないかもしれないしっていうので、もしその本当に南海トラフの地震が怖いのであれば東海地方とか東京とかに住むのをやめてください。海外に住むとかが安全なんじゃないかなと思いますけど、この期間必ず起きますっていうので 2,3 日だけ東京離れたら大丈夫みたいな話じゃないと思うんですよね。30年以内には8割ぐらい起きると言われてるので、残りの人生が30年以上ある人であれば東海地方東京とかにある不動産は買わないとかっていう感じの選択肢になるんじゃないかなと思いますけども。ひろゆきさんが日本に住んでいるとして首都直下型地震や東海地震に備えるとしたらどのようなものを備蓄したりどのような想定をして対応策を考えますか？僕その3112011年の時3階建てのアパートに住んでたんですよね。でその何年か前に11階建ての10階とかに住んでたんですけど、なんとなく僕高い建物住むのやめてますね今日本で。まあ大丈夫だと思うんですけど、万が一があった時とか、あと311の時とか停電結構あったじゃないですか。でエレベーターじゃないと登れないみたいなとこ住むとめんどくさいじゃないですか。なのでなんか何かあった時のことを考えると大して変わんないじゃないですか。例えば3階に住むのと5階に住むのって。でも3階だと頑張れば壁伝いベランダから降りるとかできるんですけど、5階はまず死ぬじゃないですか。でじゃあ5階と3階どっちの方が家賃安いかっていうと3階の方が家賃安かったりするんですよね。なので3階でいいんじゃねみたいな。階段で降りるでもいいですよ。はい。なので僕タワーマンションとか買うことは多分一生ないと思いますね。タワーマンションで火事になった時ってだんだん火が上がってくるじゃないですか。で、一応タワーマンションって各階に消火設備があるって言われてるんですけど、その各階の消火設備で何ともならなかった場合って、だんだん火が上がってくるのを自分はベランダの下の方で見ていくわけじゃないですか。あ、火上がってるわっていう。で、ヘリポートで逃げるとかっていうのでも人数の制限があって、ほぼほぼ役に立たないんですよ。なので多分、このまま僕は何十分か後に焼け死ぬんだなって思いながら待ってて、火が上がってきて、うわ、暑いよって焼け死ぬじゃないですか。タワーリングインフェルノって映画があるんですけど、なんか、その状況を考えると、そこまでして住みたいって思うんですよね。あと前にも言ったんですけど、知り合いが有名な昔からあるタワーマンションの上の方に住んでて、朝方に超混むらしいんですよ、エレベーターが。出勤するタイミングで、そのタワーマンション全員がエレベーターホールに行くので、エレベーターが来てもう列になってるからすぐ乗れないらしいんですよね。なので、下に行くだけで30分くらいかかるらしいんですよ。エレベーター待つから。出勤なら仕方ないかもしれないですけど、コンビニに行くとかでも片道30分かかるんですよ。帰りも10分くらいかかって、マンションの下にコンビニあるんですよ。でも、コンビニに行くだけで40分かかるんですよ。八王子の田舎でも家からコンビニまで40分もかかんないわけですよ。なので、すげえ不便っていうのがあって、なので僕はタワーマンションみたいに住みたいとは思わないですね。利回りがいいので投資して売っ払うとかみたいな目的だったらいいと思うんですけど、夜景が綺麗とかって3日で飽きますよ。別に毎日外見ないんで、大体僕ベッドでゴロゴロしてるんで外とかどうでもいいんですよ。ひろゆきさんがもし地震で瓦礫の下に閉じ込められたらどう考えて何をして過ごしますか？瓦礫がどけられるかどうかと地面を掘れるかどうかとか生存の確率をどう上げるかになりますね。
どういう規模の地震かによるんですけど、大体地震起きた後って、1日目とかは助けは来ないんですけど、2日3日経つとある程度もう状況収まって助けが来る可能性あるんですけど、生き埋めになった人って水飲めないと大体5日ぐらいで死にますよと。なので雨水とかがあるかどうかっていうところで、水があるかどうか重要なんですけど、で次に重要なのが音出せるかどうかなんですよね。埋もれてる状態で大きな声で叫ぶとかってやってもエネルギー消費激しい場合に大した音が出ないので、金属片で金属のものを叩くとか、何か音が鳴るものっていうのを身の回りに届く範囲で探して、外で物音が聞こえたりとか明るくなっている時にひたすらそれを定期的に叩くっていうのをやって、何とか自分がそこにいるよっていうのを伝えられるようにするといいんじゃないかなと思います。たまに叩くとかだとたまたまの自然音だと思ってしまうんですけど、定期的に音が鳴るっていうのって割と人工的なものなので、結構人ってその定期的に音が鳴ってるとそこになんか人が何か関わってるんじゃないかなって思いがちなので、音が鳴る何かを探してみてください。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。